早速始めちゃいます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。なんかなかなか長くて。そうなんですよ。バッサリ切りたくっどうしてま、す重めのボブにしたいんですよね。重めボブ。はいあ、いいじゃないですか。似合いそう。で、まとめられる長さは残していただきたくて、まとめられる長さを残しつつのボブ。はい。どうしようかな。なんかちょっと。で、イメージを、はい。見せていただいて。いいですか。はい。おお、これまとめていったんですよ、この方は。ギリギリのやつですね。ですかね。で、はいはい。私前髪結構こう前に流れてちゃうので、それを前髪立ち上げパーマとかやろうかなと思ってたんですけど、これどう思います？前髪パーマ、いや、どこ？あんまりね、結構今まで前髪作ってた時とかもちゃんとこう流れてくれなくって、こうなんかこう流してもピンで止めちゃうみたいな。なので今もう長いので、それをこうちょっとこうかき上げられるというか、ふわっと流せるような感じにしたいかなと思うんですけど。基本的にセンターパートな感じでいくんですかね。プライベートはセンターでもいいかなと思って、仕事の時はあんまりこうなんかどうですかね。どうなんだろうと思いながらちょっと相談したいなと思っていて、で、YouTube ね、いろいろ見させてもらってた、すごいこうツヤツヤのトリートメントにはすごい憧れて、せっかくロングだからなとかも思ったんですけど、でもバッサリ切りたいし、そのツヤツヤを残しつつバッサリで前髪はちょっとこう立ち上げられるような感じ。どうだろう。ちょっと一回ごめんなさい。はい。なんかボリューム感もあるから、そうなんです。量多いんですよ。気もしないでもないですけどね。どうなんですかね。パーマここだけどうです？なんか短い毛もあるじゃないですか。そうなんです。パーマかけると切れそうな気がするんですよね。なるほど。なんかそう、切れ毛がすごい増えちゃって、出産したんですけど、出産の後にすごくこう切れ毛が抜けちゃって、はい。で抜けたので、その切れ毛がこう今こうちょうど立ってくる時期なんですが、伸びたって感じですね。ちょうど1年ぐらい。1年ぐらいですね。2年ぐらい元に戻んないですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよね。出産してから髪質がすごい変わったなっていうのがあって、美容師さんにも言われたんですけど、根元の方がすごいうねりが出てきた。うねりでした。はい。ちょっとうねりあるなと思ったんですよね。あ、そうなんです。そうなんですよ。なのでそのあたりも気になるんですよね。まあパーマはなくていいかなと思うんですけどね。まずバッサリ着て、ここですね。これで内巻きもできて、外羽もできて、後ろちょっと短いとギリって感じかな。で首も細いんで結構いいとこまで攻めれると思います。これぐらいでいきましょうか。はい。カラーとかって？カラーは毛の色に戻していてずっと。じゃあやらない方がいい。そうですね、全体は染めたくないんですけど、ただ多分切ったらすごく自分の地毛に戻るというか地毛が多くなるので、重くなるかなっていうのも懸念していて、でハイライトをいつも入れてた、ハイライトとロイライトでちょっとコントラストをつけてたんですけど、ブラウンのハイライトちょっと入っててもいいかなと思うんですよね。そうしましょう。はい。あまり重すぎ地毛だと思う。そうですよね。なんかベトってベトって結構黒いですもんね。そうなんですよ。なんでそのあたりもちょっと春らしくいきましょうか。はい。いきましょう。はい。じゃあハイライトで先にじゃあ粗切りバーっとしちゃって、でハイライト入れて、でしっかり綺麗にカットしましょう。はい。よろしくお願いします。お願いします。よし。右利きですか？はい。じゃあこっちの方か。一応本当はもっと切るんですけど、粗切りなんでこの下を切っていただければ。薬指を入れていただいて、こう、違う。親指と薬指がいいですね。親指と薬指。こう。はい。こう。そうなんですよ。美容のハサミ。すごい。こうやって切るんですか？そうなんです。学びました。携帯の方は僕取りましょう。ありがとうございます。はい、行きます。わお。おお。さよなら。もう一個これいけますよ。なんか気持ちいい。いきます。ああ。ちょっと残ってる。あっ。さよなら。なんか失礼したみたいですね。ありがとうございます。すごい楽しい。じゃあそんな感じで。わあ、なんか新鮮。いい感じじゃないですか。はい。いい感じとは言えないですか。まあそうね。
もうこれだけで雰囲気変わりますね。いや一気に変わりますよ。思いっきり。この瞬間がやっぱり気持ちよかったですもんね。いや相当気持ちいいですよ。僕も気持ちいいですよ。大体これぐらいに、これぐらいになるイメージですね。はい。じゃあ先にハイライト入れてっちゃいますね。あんまり本数入れちゃうと普通にブラウンになるんで、ほのかにぐらいでいいかなと思いますね。よし。で、行きましょう。はい。薬剤紹介しちゃう。笑いが漏れてる。今動画回ってないところで人笑いあった。岩崎さんの頭がそんな良くなかったっていう。怒ってる。バーガー。渡しませんから。はい。14のグリーンを2対1、6%です。特に処理剤も入れません。ハイライトなんでブラウン、綺麗なブラウンっていうのを少し出したいんで、処理剤は特に入れません。じゃあ行きましょう。どうした？回ってます。回ってます。回ってます。違いますよ。今ここで止めてた岩崎のタフカールを俺のもののように扱う。は？びっくりなんですけど。ここにタフカールがあった。違いますよ。私これ違いますよ。半分に分けてこう止めてたわけじゃないですか。なんでこれ取るんですか？意味わかんねえ。いや、そこにダッカールがあったからね。自分のもの持ってこなくて私が用意したものを使います。もう二人の師弟関係本当に素晴らしいです。どうした今日？てっきれじゃない。今こんなカール取られましたね。驚き。驚き？驚きました。ありがとう、助かってるよ。さささっとやりましたね。よいしょ。まあハイライトでいい感じにしましょう。はい、お願いします。本当面白いんですけど、お二人は長いんですか？長いんですか？僕のチームが前の職場で僕のチームになってから3年だった経ちそうって感じで。3年目からついたので、もうちょっとで丸2年。ああ、そうか、丸2年。まだでもそんな感じなんですね。そうですよ。多分一番クソ生意気すぎて怒られた。長久さんに怒られないけど周りの先輩に怒られる。そうなんですか。絶対僕怒んないんで。そうなんですね。クソ生意気すぎて。周りの先輩とかが超キレてる。とか言ってたら怒られちゃう。じゃねえよって。長久さんにお前なんつう口なんだ。でも別に長さんが怒ってないから私はなんか強いに怒られたらまあそれはやめようとか思いますけど、しかもその営業中のそのなんかちょっとなんか普通に会話してる時になんかこれこうこうだからねってとか言ったらお前へってさみたいな怖い先輩がいて美容業界もでも結構ね怖そうですよね。怖い、そうですね、怖い人いますね。ですよね。怒られやすくて怒られわかる気がする。すごい怒られてそんな怒るでも可愛がられるタイプですよね、きっと。あ、そうなんですか。こんなに可愛がってるのにまだわかんない。岩崎さんは何年ぐらいなんですか？私今4月から6年目になります。丸5年か。丸5年です。あ、ってことは20今5で、今年6の年で。今年6の年です。今年6の年ですね。ボラ年。牛ですね。早生まれなんで1997年。あ、そうなんですね。だから6年の人と一緒なんです。あ、そういうことですか。ああ、私と一回り。一回りですか。はい、一回りですね。すごい。将来綺麗になるってことですね。お願いします。師匠お願いします。いや、今もお綺麗です。不正解でした。不正解でした。当てに行ったんだけど。求めてる答えじゃなかった。求めてる答えじゃなかった。正解は何だったんだろう。正解すぐ聞いてたらダメです。正解すぐ聞いてたらダメです。考えない。やばい。学校の先生みたいなこと言うね。すごいこと言うじゃん。ダメじゃない。ごもっともです。ごもっともです。すみません。すみません。改めさせていただきます。本当っすよね。びっくりするわ。見て学べたらいいですよね。考えろって言うじゃない。いや今時の子はみんなすぐググる。確かに。データ。すぐググります。いや今時じゃなかった。今時でもすぐググっちゃうんですけど。そうですよね。すぐ調べて。芸能人のゴシップすぐググるじゃん。
そうななんんか流れてきたら気になるじゃないですか。確かにネットを見る感じです。ネットを見ますね。すぐ調べすごいです。インスタで、Twitter、はいはい Google すべてを YouTube すべてを包囲して調べます。すごい。最近気になる話題は。最近気になるは何が気になるんでしょうか。いろいろ大ファンの綾野剛さんの話である。そうなんです暴か。露されちゃったんですけど、うん。別にいいんですよ。何綾野剛が暴露されたって。何をしたんですか。なんかちょっとはい。女性関係で。あそうなんですねなんかその暴露されちゃったみたいな、本当かわかんないですけど、うんいいんですよ。暴露されてる顔が良ければ別に全ていい。嘘。という顔が良ければ許してしまう。顔が良ければ何でもいいんだなって。はい最初別に顔が良ければいいんですよ。顔が良ければ浮気も許せるっていうことです。付き合ってるとかそうなってくるとまた別ですけど、綾野剛はまあもう芸能人ファンみたいなもんなんで、だからそりゃそうだわ。別にこちらとしてはいいんですよ。顔が良ければ。それはさすがに調べなかった。ググんなかった。なんかググりましたけど、うんなんか別にまあだよねみたいな。それはイケメンだから、それは女性関係もない方が逆に心配になりますからね。大丈夫。確かに。だから別にいいんですよ。あれめっちゃでも全然女性関係ないタレントとかいるよね。いますうね。ん。大丈夫かなって。逆に。逆に。いやでも裏で絶対まあね。思いますよね。ね。俳優になるとか、それぐらいアイドルになるとかイケメンだったらまあそりゃ、どうでしょうイケメン代表として。イケメン代表じゃないですよ。やめてください。なんだ。イケメンだったんですイケメン代表としての見解をお答えいただけますか。いやーまあそれはしょうがない。そうですよね。そうですよね。はい。持って生まれたものですからね持って。生まれたものはもう変えられないですよ。うん。いや待って正解がわかんない。教えて。いやマジで代表は語んない方がいい。代表は語るな。はい、びっくりびっくり。でもやっぱお客さんと話してるとすはいごいやっぱ盛り上がるから、へー岩崎さんも上手なんですよ。全部知ってるから。うん。スポーツ以外はそうなんです。全部熟知して。スポーツは僕超得意ですよ。そうですよね。そんな感じですよね。超得意ですよ。サッカーですか。サッカーも野球も何でも。あ、そうなんですか。は本当びっくりするほど興味がなくて。見るのも興味ない。やるのももちろん興味ない。やるのはなんかやる方が興味なんか普通に軽いなんか遊び程度ならやりますけど、い。軽い遊び程度なら。それはなんかスポッチャとかそういう系。そんなガチでやらないじゃないですか。ちなみに今までやったスポーツなんですか。スポーツっていうんですかね、ダンスと。おお、でもダンスできるのすごくないですか。ダンスそうね上手ですよしかも。ダンスってセンスがないと私ダンス無理ですもん。あ一緒ですね。リズムが全然無理全然無理です。ピアノとかやってたのになんかそっちのセンスがないんですよ。いやダンスって難しい。難しいですか。うん。次はこう動いて次はこう動いてって、うん考えてるからダメなんですよとか言われる。音で覚える。え音と体で覚えるみたいな。ああ、でもそれ才能ですよね。音と体で覚えられるわけね。覚えられるんですよ。それがまた。だからなんかねあまりに踊るのが下手すぎて、だからそれこそ若い時とかはい。クラブとか行くじゃん。はいはい。何していいかわかんない。すごく気持ちわかります。あれね、なんか前線でこんなんなってる人すごいなとか。クラブのダンスとはまた違いますね。まあいや全然違うけど、ももうなんだろうね。でもクラブでさえも確かにわかります。そう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 。音楽に合わせてこうね乗るっていうのがねちょっと苦手なんですよね。苦手苦手。ライブとかでね、そうなんかおーおーおーってやそうったらそう。ライブめちゃめちゃ行ってるのに。ライブはだってこうするから。バカにしてんの。いやだってライブ人生で一回も行ったことなくて、あ、そうなんですか。だからわかんないですよね、ライブの楽しさが。音楽に興味がないって。音楽は好きなんですけど、別に好きなアーティストがいるわけでもなく、なんか冷めてるんですよね。流行りの曲をただ永遠に流してるって感じ。プレイリスト。好きなアーティスト作ればいいじあ、誰がゃん。おすすめは？あいみょん。ちょっと古い。もう古い。もう古い。古くはないです。古くは全然古くはないんですけど、ちょっと結構最新ですよ僕。2、3年前の方がブームでしたよね。何かあればすぐあいみょんって。あいみょんの歌っていいよね。いや、いいです。大好きです。めちゃくちゃ好きです。すごい好きですけど、今あいみょん来ると思う。歌っていいよな。あいみょんをじゃあ好きになったあいみょんのライブに行けばいいんです行きたいで前チケット取ったら俺もちょっと1枚ちょうだい。じゃあ3枚取っていたあ、だいて。いっぱいほら。そう。チケット取るの得意じゃん。あ、そ
そうなんですか。得意ですけど、わざわざ休みの日使ってライブにまで流さんと一緒にはいたくない。一緒だね、違う席でいい。俺ありな。その一緒に行くっていうところがもう嫌なんで、全然一人で。一緒に行かなくていい。別にチケットだけくれ。友達のためなら頑張って取りますけど、長津さんのためにはちょっと仲悪いんですか。チケット取るの私得意なんですって言ってんじゃん。ディズニーだけです。ディズニーだ。ディズニーも取れないですもんね。ディズニーも取れますよでも。嘘、本当です普通に取れか。ます。ディズニーでも確かにディズニー楽しいですよね。あんまり興味ない感じですね、あなたさん。僕でもあれですよ。年パス持ってた。あ、そうなんですか。江戸川区だったんで。あ、そうなんですね。隣なの。何も知らないですね。ソアリンとかもうわかんない。何リンですか。ソアリン。ソアリンっていう。わかんないですよね。はい。そう。ソアリン知らないと超バカにされます。すいません。教えていただいてもいいでしょうか。ググってもいいですか。ググってもいい。やばいわ。すっげえバカにされる。知らないですか。いやなんか俺年パス持ってたよとか言う割に何も知らないから。そこどうやってるわけじゃないから。俺年パス持ってたよみたいな、バイクでピュンだよみたいなこと言う割にはなんか何も知らないからなんやねんみたいな。何のキャラクターなんですね。あ、なんか乗り物なんですよ。乗り物。そう、なんか世界を旅する乗り物。へえ。楽しいんですけどね。乗れなかったですけど。いつはスモールワールドじゃなくて。ああ、違う。それ僕わかります。あれも世界旅しますよね。なんか乗り物に乗ってキャラクターは一切出てこないです。ソアリンはなんか空を飛ぶみたいな、空を飛んでなんかほんと世界の風景をのところに行って、なんか 4D だから匂いとか風とかも全部感じるみたいな。で最後ディズニー C の方に戻ってくる。 C なんですね。 C の空に戻ってくるみたいな。へえ。ぜひ行ってください。はい。でも朝一から行かないとパスは取れないです。ソアリン人気なんで。そう、なんか今アプリでやんなきゃいけないですよね。スタンバイパス。そんな知らなくってアプリさえもダウンロードせずに行ったんです。ああ、そうなんですか。何も乗れなくない。何も乗れない。有名どころは何も乗れない。プーさんとか入れなかったし、美女と野獣も無理だったし。長瀬さんの大好きなタートルトークもあれスタンバイパスです。タートルトークしてます。知らない。なんかディズニーシーにあるはい。カメがしゃべる。カメがしゃべるんですよ。へえ。何ですかカメがしゃべるって。そのままですね。タートルトーク。ニモのフライニングニモのフラッシュっていう役ですね。わかる。みんな乗ってるかーいっていうやつですごい面白いですよ。面白い。あれ？なんかすごい人工知能か、多分裏で喋ってる人がいるか。人工知能じゃ絶対あれ人入ってるっしょ。なんか映像で普通にお客さん受け答えができるみたいな。へえ。当てられちゃうんですよ。だから絶対当てられないように。じゃあそこのオレンジの服のお母さんみたいな感じで。絶対当てられないようにいつも。絶手とか絶対あげない。当ててほしいと思ってこうやってこうしてんだけど、逆に当てたらやばいと思って。やばくない？当てたらやべえ。当てたらちょっと子供に影響する。絶対なんか大人を当てるんですよね。そこの名前聞いて質問してみたいな。へあれも仕組み元からもう桜？桜じゃないと思います。本気素人？本気の素人。なんでそんなこと言う？夢がないな。夢の国なんで。バイトでないタートルトークの当てられる人とか。そうなんだ。バイトルとかに乗ってるかも。何にバイトルはない。もっとなんか公式の奥の奥に行かないと。そんななんかバイト誌とかには絶対乗ってない。タートルトークで喋る人。それはもし子供が見つけたらどうするんか、夢がない話だな。いや、これで時間を置きましょう。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。ここ一番最後にやったところですね。はい、多分動画には映らないぐらいのブラウン。映ってる。いいえ、それが狙いです。あまり、多分本当に分かんないぐらい。はい。ちょっとなんか、遠目で見ると分かんないけど、近くで見ると、おおみたいな。がっつりこうね。ですね。はい、コントラストある。OK です。じゃあこれで流しましょう。お願いします。流してシャンプー台でトリートメントしっかりやりましょう。ハイライトバッチリじゃないですかね。乾くとじわっと分かるぐらいですね。よし。さあ、じゃあイメチェン。はい、お願いします。行きましょう。よいしょ。こういう湯気みたいな湯気ってどうしたらいいの？これ伸ばすために髪質の髪の強化剤みたいなのをシャンプーに混ぜると結構伸びます。インフォームっていうんですけど。髪の強化剤。そう。結局そこが切れちゃってる場合が多いんで、そこはねちょっと強化剤つけてあげるといいですよ。シャンプーに混ぜる。混ぜる。てかそこピンポイントで効かしたい場合はもう泡で出てくるんで、そこにピッてやって。そしてどうなるんですか？で浸透するんで、その上からシャンプーすると泡で全体にいくから。
っていう感じで。でそれをじゃあそれをでシャンプーで混ぜるとそのこういう毛がどうなるんですか？要は髪の内部のシスチン結合っていうのが強くなって、でそうすると切れづらくなるんですよ。切れづらくするためにそれを使う。そうで切れなければどんどん伸びてくれる。へえ。なかなかおすすめです。まあでも一朝一夕では効果出ないですけど。どれくらいやれば？もうでも半年ぐらいでようやく効果が実感できるかな。すごい傷んでる人におすすめしてるんですけど、本当は。そうなんですね。ブリーチしてる人とか、白髪染め繰り返しすぎちゃったりとか、そういう人は2ヶ月ぐらいで効果出ます。へえ。私みたいなこういうなんか切れ毛みたいなのだったら。切れだって半年ぐらいかかるから。でも結構ちゃんと伸びます。へえ。よし、じゃあ切りますね。はい、ちょっと下向いてください。はい、失礼します。カット解説いきましょう。もう普通にワンレンのボブを切ります。で、ギリギリ結べる長さ。かといってなんかやぼったくはしたくないんで、襟足は少し綺麗に首が見えるぐらいまでいこうかなと思います。ギリギリ首が隠れるぐらいかな。で、レザーでワンレングス。もういつも通りこうまっすぐ切る形ですね。毛先柔らかくしといてあげれば多少のうねりが逆に動きになってくれると思うんで、今日あんまりすきたくないんで毛先はしっかりと柔らかさ出していきたいかなと思います。ひたすらワンレングスを例に切っていく。で外跳ねしたりとか内巻きしてもどっちでもいけるためには綺麗なワンレングスの方がいいかなと思います。下手にグラデーション入れると外跳ねがすごいかっこよくなっちゃうんで、もうワンレングスよしでレザーで切る。よし。そんなにカットのテクニックはウェットでは使わないかなと思うんですけど、まっすぐねこれを切るっていうのはレザーはなかなか難しいんで、多分粗切りしてるんでガイドがない状態なんでちゃんと細かく取ってあげるといいですね。よし、もう一回下向いてください。いい感じじゃないですか。良さそうですね。たら一度後ろに引いてここで切る。そうするとここのイヤートゥーのあたりのつながりが綺麗になるんで、いきなり横に行くより滑らかにつながってくれるんで、これはよくやってください。よいしょ。ごめんなさい。後ろに引き出して、まず後ろの時点でこうまっすぐなるように。で横行きましょう。真正面向いてください。はい、ありがとうございます。もう出ます。すごい。はい。いやでもすごい似合う。かなり短い。かなり短い。頑張りますかね。全然大丈夫だと思う。本当ですか。結構ね量がやっぱり多いので。ね、しっかりあるから。ただそんなにすかないで。ただ耳の後ろすごいんで、ここ取ります。はい。こことかねそんなすいても影響してこないんで。むしろ量が多い人ほどそこすいてあげるとそこに収まるポケットみたいになるんですよ。あ、そうなんですか。はい。なんでそこに収納するイメージですね。髪の毛を。で、これ今結構なんか濡れてるような感じでセットする。スタイリング。あれは何を使ってる？ポリッシュオイルっていうオイルです。オイルなんですか。はい。あれはねあった方がいいですよ。髪質的に。そうなんですね。そう。むしろないと髪がどうしてもね耐えれないというか抑えられない。そうなんですよね。なんか結構まとまりが悪いので、皆さんどうやってやってんだろうと思って。そう。ポリッシュオイル本当に癖のある人、髪の量が多い人、一瞬で収まります。なんかね本当に濡れたままみたいな。そう。濡れたままこの人。なんかトリートメントオイルとかあるじゃないですか。モロッカンオイルとかケラスターゼとかオジュアとかあるけど、ああいうのって乾くとサラサラにそうなんですよ。だからもう完全に油の方なんですよ。ポリッシュオイル。どっちかというと僕の中ではワックスの類です。液状のワックスだと思って使ってます。でもすごくいいですよ。本当にボリュームも抑えられるし。あ、そうなんですね。なんか今使ってるやつつけすぎるともうベタベタになるし、つけなかったらパサパサっていうかね。あ、なるほどね。前髪のデザインちょっと乾かしてから決めましょうかね。多分長さ的にバッチリちょっとだけ乾いたらもう少しだけ切るんですけど、結べます。ギリギリですけどこうしてちょっと下もタイトにしつつこれぐらいの長さ。いいですね。ちょうどなんか写真っぽい感じになるかなと思います。じゃあ乾かしますね。じゃあこっちはトリートメントオイルです。サラサラにするリンク。それを乾かす前に。これは乾かす前につけた方が癖は伸びやすいですね。でちゃんと毛量調整してあげれば、乾かすだけである程度こうまい具合になるんだけど、今日はドライカットって言って、しっかりと切るんで、ブローします。
はい、じゃあ後ろから行きましょう。はい、もういい感じのワンレングスになってるんで、まあしっかりと量があるんで、まず毛先をチョップで削ってから、いらないとこだけ、多分好きすぎるとマジでダメになっちゃう髪質だと思うんで、ある程度のところまでですきます。多分ある程度重くてもいいと思う。よし。で、まずチョップで毛先の厚みは取りましょう。これもうワンレングスで切ってるんで、ワンレングスの高さで切っちゃっていいです。こうして。で、いつもだったら1個に集めたりするんですけど、やっぱり今日これぐらいの質感だとちゃんとダッカールで分け取っていった方がいいかなと思います。はい、そうですね。これだけでだいぶ広がりっていうのは抑えられるかなと。これをすきばさみでいっちゃう。なんかコメントとかでもあったんですけど、乾かしたらそのままセニングじゃないんですかって言うんですけど、それ一番広がると思うんで、まずはこのチョップの順番っていうのをやってあげた方がいいですね。こう持って厚みのあるところを切っていく。こんな感じ。じゃあ次に行きましょう。一番下は、はい、ブラント感が残らないように。もうそれだけでもかなり良くなると思うんですけどね。こんな感じ。これだけでもだいぶまとまりというか落ち着きが出たんじゃないですかね。はい、このままいきましょう。サイドもちゃんと取ってあげて。逆サイド同様ですね。よいしょ。よし、そしたら少しだけスライドいきましょう。好きじゃなくてスライドで量を取ってあげることによって癖が暴れないまとまりのいい髪質っていうのを作れます。ちょっと耳後ろここだけすきます。ここすごいしっかりあります。よいしょ。これだけで全然タイトになる。全体はもうすかないです。まあ重くて大丈夫。前髪ちょっと切り、そうですね。多分これぐらいがいいかなと。落ちてくるのはどうしたらいいんですかね。どうしてもやっぱりこうなってくるんですよね。なんでここにカールアイロンでワンカールしとくとほぼ落ちないと。でここが立ち上がりもマジックカーラーでつけたりって感じですかね。よし、じゃあまず。前に履いてるっていう意味が分かりましたね。そうでしょう。なんか生え方ですか。生え方が前になってるんですかね。そう、あとはやっぱ張りがあるから、なんで髪質的にも一回確かにここでもパーマすると根元パーマって結構いいんだけども、毛先に行くに従ってだんだんダメージの蓄積になるんですよね。なるほど。そうだから根元は熱でなんかやってあげた方がいいと思うんで。ブローの時にスタイリング剤をちょっと軽くブローしますね。はい。結べます。よし。ちょっとスタイリングいきましょう。はい。じゃあ行きましょう。はい。オイルを、さっき言ったポリッシュオイルです。はい。これアローディアデンスオイルっていう、よいしょ。オイルを。はい。濡れ感のある。一気になんかボリュームダウンするの分かります？しっとりした感じ。そう。はい。香りもいいですね。いいですね。癒される。癒し求めてる。本当だ。ボリュームがもう内巻きでいくんだったらもうこれでワンカールしても全然いいと思うんですよ。これ今ドライヤーだけですね。そうドライヤーだけ。で一応前髪はマジックカーラーで40ミリのマジックカーラーですね。グッととりあえずここに立ち上がりが欲しいんで、で持ってアイロンで一番難しいのって襟足なんですよ。横とかってすごい簡単ですよ、外跳ねて。なんで襟足をちゃんとこう取っといてあげる。で襟足だけでまずやってあげた方が外跳ねは作りやすい。でこれをよいしょ、やけどしないように、ゆっくり止めない感じですね。じわじわじわっと動かす感じ。そうするとこういう感じ。外跳ねのいいところはボリュームが少なく見える。そうですね。私の髪だったらやった方がいいかなと思いますよ。よし、いい感じ。
はい、そうしたらこれを重ねていくだけですね。はい、1回でいい感じですね。もうあれです、何回もやらなくていいです。外はそんな難しくはないから、まあ、例えば今みたいに濡れ感のあるポリッシュオイルをつけて、ゆっくり。時間的にはそんなかかんないと思うんですよね。ロングの時の方がお時間かかりそう。そうですね。今やっぱり時間かかりますね。かかりますよね。はい。結構すぐさささっとできちゃうと思います。根元の産後のうねりってどうです？産後のうねり一応まだ出てるんですよ。そうですよね。もしこれがずっと続くようだったら、一応2年ですよね。2年でだいたい人って元に戻るんですけど、戻んなかったらストッパー当てちゃっていいと思います。あ、そうなんですか。逆に言うと元がすごい直毛じゃないですか。ですよね。なんで馴染みはいいと思うんで。コスメパーマとかはやったことあるんですか？ああ、なるほどなるほど。コスメパーマ。コスメストレートか。多分それやっちゃっていいと思いますよ。コスメでもいいし、今だと酸性ストレートとかでもいいし、なんかいろんな方法はあるんで。今は別にじゃあ特に触らなくてもいい？今は全然大丈夫です。あ、そうなんです。気になります？そんな今。なんか巻いてると内側を同じような感じで上だけ上げて巻くじゃないですか。そしたら今までうねってなかった感触が分かるので、すごく嫌だったんですよね。多分気になったらやっちゃった方がいいかな。ちなみにハイライトいい感じで。ね、思いました。もう自然すぎて分かんないぐらいです。その微妙な感じがね。あんまりね、ゴリゴリいっちゃうと、それぐらいが一番大人っぽく、かつ軽く見える。そうそう。この長さで黒はなかなか厳しいと思うんで。地毛でもほとんど残ってって感じですね。そうです。なんかところどころやっぱり白髪が出てき始めてるんですけど、それって対処のしようあります？もうハイライトで拾ってもらう。今日若干でもそんなにないから難しいんですよね。まだセーフですか？まだ地毛の色活かせますか？全然大丈夫。まあ少し立ち上がるじゃないですか。マジックから。それで前髪のところの中間からゆっくりいきますか。してあげるとかなり柔らかいスカになるんで、コームにハードスプレー、コームにかけます。こんな感じでちょっと乾いたぐらいでよいしょまとめちゃう。切れ毛がなくなりました。あんま触ると出てくるんで、これぐらいでよしやってあげて、さらにオイルもう一回足しちゃっていいと思います。切りましたね。すごくさっぱりしました。すっきり。すっきりしましたね。爽快。爽快。わあ、気持ちいい。いい感じです。はい。わあ、軽い。軽い。ちなみに後ろから見ると。わお、いいですね。めちゃめちゃいいと思います。耳にかけてもいいし。で、ツヤもあるし。はい。はい。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。あ、いいですね。ハイライトもすごくいい。バッチリです。ね、この顔周りがとかね。いい感じです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。はい。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、バッサリカット大成功しました。何センチぐらいいきましたかね。20何センチだろう。気持ちよかったですね。すごいね。いやもう本当に爽快です。これYouTube 見てたんですけど、最後に皆さんが長門さんの方を長門さんのを見る目がハートになっていた気持ちがすごく分かるなと思って。ありがとうございます。やっぱお上手ですね。いや離れしてますね。すいません、ありがとうございます。すごく綺麗にしていただいてありがとうございました。はい、じゃあこんな感じでハイライトを使ったちょっと髪質を柔らかく見せるカラーだったり、あとはバッサリカット、僕も楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。バッチリじゃないですかね。ねえ、すごいバッサリ。切りましたね。切りました。長野さんより短いんじゃないですか。あ、短いかも。はい。本当に帰っていいやつですか。もちろん戻ってこなくていい。戻ってこなくていい。戻ってこなくていい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。なんで遠ざかってる。お綺麗な方でした。お綺麗な方でした。寄ってくるのどうした近いんですよ。はい。どうでしたか。どうでしたか。はい。よっ。
お前さ、もうちょいない。私基本感想2文字なんです。そう、うま。すごうまよき。マジで超うまい飯食って、俺がのけぞるぐらいうまいって言ってるのに、はい、どうぞ。うま。マジ？じゃあ俺やれ。長さんが本当オーバーリアクションすぎて。はい、うまいもん食います。それは本当マジオーバーリアクション。こんぐらいやるでしょ。やんない。いや、本当だから対象で結構したいで飯食いみたいな。あ、ほんま。俺はうめーって言ってた。本当嘘みたいで。やめろ。3回食べて3回同じリアクションするのはちょっと本当。それ根室花丸の筋子の話、うまいよね。うまいや、ちょっと尺伸びた。お疲れ様でした。